4月26日にね、東京湾に30メーターの津波が起きて、東京が飲み込まれるとかっていう予言してる人がいるんです。絶対ないから。もしそこで起きなかったら謝罪してくださいよ。皆さんね、翔子さんも綾菜さんも、世の中のその時事の問題であまり興味がないから、ね、平和に生きてるもんね。楽しく。私がですね、最近はいろいろね、口笛を切ってますがね、最近ね、4月26日にね、東京湾に30メーターの津波が起きて、東京が飲み込まれるとかっていう予言してる人がいるんです。我々のライブの翌日ってことですか？そう、俺と一緒ね、4月25日の夕方のライブでお客さんがもう盛り上がりすぎて津波が起きるのかなと思ったけど、その夕方のライブが決まる前から言ってる。前から言ってる。だからね、なんとね、どこの方かっていうと、沖縄の方。金城さん。金城さん。最近にわかにね、ぼやっきースタジオとか、ぼやっきースタジオとか、ぼやっきースタジオとか。いろんな都市伝説関連の。ここに出ていらっしゃる人がいて、まあ、いわゆるカミンチュ。神の人と書いて、沖縄で一言、チュッと言います。で、カミンチュというふうに自分で自称している方がいて、その方が、東京湾はくびれてるんですよ、こうやって。くびれてるから、水位が上がりやすい。上がりやすいから、地震が起きて、そのくびれのところの方に地震が直撃して、波がドーンと上がって、30メーター来るって言ってるんですよ。4月26日ってもう、日付ももう指定なんですか？はい。沖縄のそのいわゆる預言者と、日本本土の預言者の違いって教えてあげる？沖縄の預言者日付言うんですよ。なんでなの？これちょっと理由説明するけど、俺も日付言うじゃないですか。綾菜さんの友達が、私の会社何時何分何秒出てくるって。でも私も言われたもん。何月何日に車乗って出勤したらあなた交通事故に遭うよみたいな。そう。言うでしょ？これ沖縄独特なんですよ。本土の人たちは、ちょっと匂わせるんですよ。ここからここの間かなみたいな。でもそれが正しいんですね。限定はしないのね。日付が見えるわけじゃないんで、未来っていうのは。多分この辺から寒いし、とか、季節的にみんながつけてる服見たら秋かなとか、そういう感じで予言してるんです。風景が見えるんだ。風景とかで見てると思います。沖縄の人の場合は、はっきり何月何日これが起きるとかね。何時頃飛行機に乗らないようにとかって言ってくるでしょ？で、それってやっぱり、聞いた人たちはそっちがフックあるよね。日付まで言うってことは、もう責任取るんだよね、あなたって。ということは、そんだけ自信持って言ってるってことは、絶対当たるんだって思って、騒がない？当たった試しはないです。じゃあ、金城さん大変なことになるよね。僕、金城さん会ったことないけどね。小焼スタジオも金城さん出してるけどね。責任あると思うよ。絶対ないから。僕とここで今対決してもいいよ。ないですよ。で、この映像残りますからね。ないです。で、あなたたちもしそこで起きなかったら謝罪してくださいよ。ただ本気で心配する人いますよ。そうですよね。で、まあ、小焼さんたちは、悪気ないかもしれないけどもね。東役も悪気ないかもしれないけど、実はあなたたちが知らないところで、これ聞いて死んじゃう人もいるわけですよ。怖くて。怖くて。世を儚んで。もちろん金城さんがそういったが死ぬとは言わないですよ。もうなんかこう生きてた人もつまんないし、東京もなくなるんならもう死んじゃった方がいいよね。っていうこと起きちゃうんですよ。これはまず一つ、都市伝説界隈の人たちは、今後気をつけてください。そういうことを言うときはね。言うにしても、見えたとしてもですよ。伝え方あると思うんで、僕はこれ見えることに関して、感じることに関しては否定してませんよ。自分もそういう人だから。だけど僕伝え方気をつけてます。僕ら受信機だから、本当に金城さんもしかしたら見えてるかもしれない。他の預言者の方々。でも、受信して発信するのは三次元の人間だから、発信する人の程度を低ければ、そのまま言われたまま怖く言っちゃいますよ。後の責任取らない。そうですね。それどうなんですかね。僕30年やってきて、こういうカウンセリングの仕事、一番気をつけてきたことなんで、同じ、生まれのね、その島のね、近所さん、先輩か後輩かわかんないけど、そういうことを言ってるとすごい気になりますよね。一つそこ僕ちょっと気になった。じゃあでもね、最初の話に戻りますが、なぜここの日本本土の人は防衛活動に、沖縄の人ははっきり言うかわかる？ちょっと想像してみよう。怖くないなってこれで間違えたら。そう、私も当たらなかったから、実際。その事故ね。事故は。でもね、当たらなくてもその人たち平気で活動してるよね。また言うんですよ。
あ、そうだ。他で言って歩いてますからね。うんまた同じそこと。れってある意味あれだよね。狼少年と一緒だあーそうよね。だね。やってることは。うんでも沖縄って、今回外れたね。また次当たるかなみたいなところもあるよね。あるね。なんでかっていうとそういう人が多すぎるからですよ。ああ、日常茶飯事、日常茶飯事でそういう確信犯がいるわけですよ。よ。じゃあ、そういう人たちが性格が悪くって愉快犯みたいにやってるかっていうと、実は違ううんです。ん、本気ですもんね。本気で言ってるんですよ。うんはい。ちょっと答えが見えてきますね。実は皆さん覚えててください。沖縄の神様っていうのは、本当の神様ですよ。すごく厳しいんですよ。命令系。うんで、いわゆる聖書に出てくるような、ああいう神様みたいに命令するし、日付を言うし、あなたたちはこうしなさいみたいな神様。金城さんについている神様が、例えばですよ。昔生きていて、そういう神様とか、まあ、沖縄の人って霊的な人たちが多いから、上から目線で言うと多いじゃないですか。で、お前こうしろ、ああしろって命令されて、私たちは育てていきますけども、そういう人が亡くなって自分が死んで、何者でもないと思ったのに、あれ生きてる。一人も動ける。あの人にもつける、この人にもつけると思ったら、偉そうな神様の真似するよね。したくなるんですよ。へーそういう勘違い偉そう神様、沖縄多い。多いんだ。だから、沖縄って聞いてたよ。偽物です。本当の神様って命令しないです。本当の神様って、生きてる人間の、いわゆるアイデンティティを崩してまで命令することはないです。ただですよ、僕についてた神様たちも僕に命令をしました。いろんなこと言ってきました。本当の神様の人もいます、その中に。いるけども、目的があってやるんですよ。で、僕はその神様と相ならなかったからずっと喧嘩しました。で、最終的に会わないから沖縄から出たんですよ。で、ここの神様たちと話をしていて、いや、ないよね。そんなのいるんだって言ってました、こっちの神様。慣れてないから。でも自分がセッションで沖縄に何度も戻っていくうちに、ここの神様もついていくじゃないですか。で行くたんびに命令系の神様が出てくるから、ないよね、ないよねって言ってたんですけども、20年近くこれやってると、最近言ってるのは、致し方ないかな、あれはって言ってきてます。何よりも、やっぱり本土の人たちみたいな考え方を沖縄の人はしないから、ああ言ってもそうなんだって取らないんですよ。こう取ってもまあこうだよねっていうふうに向こうの沖縄の人って考えるんですね。なぜかというと、沖縄ってもともと清国の時代、中国の時代が長いです。で、ずーっと中国で大陸で仕事をしてたのに、急に島津が入ってきて占領して、今度日本の方式になりました。その後今度太平洋戦争が起きてアメリカになりました。で、アメリカから今度急に47年に復帰させられて日本になりました。っていうふうに統治者がずーっと目まぐるしく変わるんですよ。そしたら中国の統治者、鹿児島の統治者、日本、今の政府、アメリカの統治者言うことみんなバラバラなの。それをね、どれ信じていいか分かんなくなっちゃいますよね。そうすると、私たち沖縄の琉球人の DNA っていうのは、言ってることをとりあえず聞き流せばいいよねってなっちゃうんです。ああ、すごいわかる。言わしとけばいいよねってなるんです。わかる。だから車乗って行ったもん。そう。その日絶対時間からそう、聞かないなって言われたけど。そでもそれは聞かないことによって防御してるんですよ。ダメってことじゃないですよ。ある意味、支配者が言う、統治者が言うことを全部聞くのも危ないじゃないですか。で、日本人っていうのは聞きましょうっていう感覚があるから、もしかしたら今、言うことを聞きすぎちゃっておかしくなってるかもしれません。そういう意味では沖縄の方が考え方は発展はしてます。が、聞かないにしても何かの基準を持たないとまたダメじゃないですか。そうですね。そういう意味では沖縄っていうのは基準にするものがない島だから不安定っていうのもあります。自分たち琉球民族はこういう民族なんだ。だからこういうふうに行きますよっていう基準があればもっとちゃんとするんですよ。でもその基準を持てない状態にしつつ、今も島の真ん中のいいところ全部米軍基地ですから。アメリカですからね。アメリカです。皆さん知らないでしょ、沖縄本島の真ん中全部米軍基地なんですよ。私たちその米軍基地を避けて通ってる。だから僕のいた小田市、沖縄市から那覇市まで1時間かかります。
でも米軍基地がなければ20分で着くんですよ。そうです。そのぐらい大回りさせられてるんですよ。うん。だからそういうとこにいて、でもあんたたち日本人だよ。沖縄人じゃないよって言われたら、何を基準にしますかってなるよね。うん。そういう中でやっぱり、最終的に沖縄の人がじゃあ基準にするのは何かっていうと、神様なんです。うん。つくその神様の話を聞こうとするんです。うん。これは仕方ないよね。はいはい。だから金城さんもそういう意味では、そういう時代の狭間に生まれた、偉そう霊に振り回された人なのかなっていう気はします。Close your eyes.